7873億円。1日に直すと約21億円を失い続けた1年でした。当時の日本の製造業で最大の赤字です。この数字の後、この会社が選んだのは反撃ではありませんでした。撤退です。総合電機、何でも作る会社であることを自ら辞めたのです。第36形、総異常。逃げるな、最善。36形、最後の形です。逃げるは36形の中で最も簡単に見える形です。戦わないのですから。では、なぜこれが最後に置かれ、最善と呼ばれるのでしょうか。攻めの形は成功すれば拍手が起きます。撤退の形に拍手は起きません。この動画では日本最大の製造業赤字から日立が選んだ撤退を追い、なぜ逃げることが最も難しいのかを考えます。シリーズの最後の問いです。この話は3つの色で進みます。前は経営危機の最中に指揮を取ることになった人々です。灰は総合電機という看板、家電から発電所まで何でも作れることが誇りだった100年の自画像です。白は事業と人、残されるものと手放されるもの。この白の重さが最終話の重さです。前提を一つだけ。総合電機とは技術の百貨店。テレビも半導体も自動車部品も鉄道も発電所も全部自社でやる。高度成長の時代、この幅広さは強さそのものでした。実際、この総合の形は長く日本の製造業の理想形とみなされてきたのです。しかし、幅広さは撤退の難しさと同義でもあります。どの事業にも歴史があり、雇用があり、誇りがあるからです。遡ります。2009年3月期、世界金融危機の直撃を受け、連結の最終赤字は7873億円に達しました。主因として挙げられたのは、自動車部品と半導体、産業機器の落ち込み、そして保有する有価証券の消化損です。特定の一つが沈めたのではありません。総合の全域が同時に水をかぶったのです。良い年には全部が押し上げる仕組みは、悪い年には全部が引きずり下ろす仕組みでもありました。応急の処置が始まります。人員の削減は7000人。コストの削減目標は51億ドル規模。止血としては教科書通りの数字です。しかし止血は治療ではありません。血を止めても総合という体の形はまだそのままだったのです。本当の手術はその先にありました。上場する子会社たちを整理し、売れる事業は売り、会社の軸を社会イノベーション、鉄道や電力、水、情報システムといった社会の土台を作る事業へ集約していく。言い換えれば何でもやる会社からこれしかやらない会社への作り直しです。看板の掛け替えではなく体の作り替えでした。起点に立ち返ります。最大の赤字を出した会社にできることは2つしかありません。全部を守ろうとして全部と沈むか。守るものを選んで残りから退くか。日立が選んだのは後者でした。守るものを選ぶとは捨てるものに名前をつけるということです。経営の仕事でこれほど重い作文はありません。そしてここが肝心です。退く先を先に決めていました。社会の土台という逃げ込む城を。つまり、この撤退は敗走ではありません。方向のある退却です。ここまでを一行にします。逃げるとは捨てることではなく選ぶこと。36形の最後に置かれたこの形に、先人は最上という字を当てました。総異常。原義は、勝ち目のない戦いからは退くことこそが最善。力を残して退けば次があるということです。降伏でも壊滅でもなく撤退。3つの中で唯一未来が残る選択です。この話に当てはめます。勝ち目のない戦いは全方位の総合電機であり続けること。退いて残した力が社会の土台を作る事業でした。この形の要諦は逃げる先を持つ者だけが逃げられるということです。ただ知ればそれは崩壊です。退いた先で立て直せる土地、自分の強みが最も濃く残る場所を見定めて、初めて撤退は戦略になります。そしてもう一つ、逃げる決断は危機の渦中でしか下せません。平時に看板は下ろせないのです。誰も痛みに賛成しませんから。図で確かめます。左に手放していったもの、消費者向けの事業、規模を競う量産の事業。
右に残して束ねたもの。鉄道、電力、水、情報。分け方の基準は市場の大きさではありません。社会の土台であり、簡単には変われない仕事かどうか。撤退のせいは事業の優劣ではなく、自分の強みの濃淡で引かれたのです。線を引く基準が一行で言えること。それが、この撤退が崩壊にならなかった分かれ目に見えます。時間軸で見ると、7873億円という数字は終わりではなく引き金でした。この規模の痛みがなければ、100年の看板は下ろせなかった。そう読める並びです。中途半端な不振なら、中途半端な改善で終わっていたかもしれません。最大の赤字だけが最大の決断を許可したのです。ここで、この動画の限界を言います。どこへ退くかの設計が、いつ誰の中で固まったのか、それは外からは特定できません。改革は一枚の計画書ではなく、年月をかけた積み重ねです。私たちが確かめられるのは、赤字の数字と、その後に実行された整理の方向、結果として残った会社の形だけです。決着です。日立は、日本最大の赤字から立ち上がる道として、勝てる場所まで退くことを選びました。総合電機の看板は下り、社会の土台を作る会社が残りました。逃げたものが消え、逃げなかったものが残る、とは限らないのです。歴史は時々、その逆を記録します。36系の最後が、逃げるで終わるのは、先人の皮肉ではなく、結論なのだと思わせる並びです。ただし、この系の代償を、最後に必ず言わなければなりません。撤退の線の向こう側には、7000人の削減があり、手放された事業とともに移っていった人々がいます。その一つ一つの事業に気づいた技術の系譜と、そこで働いた歳月がありました。最善の系は、痛みのない系という意味ではありません。誰かの最善は、誰かの転機です。その重さを引き受ける覚悟までが、この系の値段です。そう、以上総括します。逃げるとは、選ぶこと。教訓は一つです。撤退の基準を危機が来る前に言葉にしておくこと。日本企業なら、我が社が最後まで手放さないものを一行で言えるかどうか。それが撤退戦の準備そのものです。36系、これで全てです。しかし36の系を1枚に並べたとき、初めて見える地図があります。固定コメントの全景アーカイブからどうぞ。最後の掟を3行だけ置いて終わります。逃げよ。どこへを決めてから。そして置いていくものの名前を覚えておくこと。